ベルベジンの原です。本日もオンラインストアでアップされる商品をご紹介いたします。金額、サイズ、状態のお問い合わせの方はベルベジンウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が10月の23日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているのでそちらチェックしてみてください。まず T シャツからいきます。こちらタグの方がヘインズ、ビーフィーのタグになっています。サイズ表記 L 表記ですね。で 100% コットンのボディになっております。ネイビーボディに中央に、プリントが入るラバーのプリントでカリフォルニア、いいですね。で裏面に関しても同様ですね。プリントは入っております。状態としてこちら、お腹の方ですね、ちょっとした色焼けっていうところがあるぐらいですね。ダメージは特に見られないです。でサイズ表記が L 表記なので、僕がちょうどよく着れるぐらいのサイズ感になっております。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツがタグがこちらポロカントリーの、すみませんカントリーのタグになっております。サイズ表記はこちらですね、ワンサイズフィッツオールになっているので、XL ぐらいのサイズ感になります。でラバーのプリントで、アメリカの正常期がプリントされております。裏面に関しては無地のタイプですね。こちらもネイビーボディなので、全体的に少し色焼けだったりとかあったり、ちょっと細かく言うとこの辺ですね、少し目立つって言ったらこの辺が色焼けがあったりとかっていう感じです。でサイズがワンサイズフィッツオールなので、僕も全然ゆったり着れるぐらいのサイズ感になっております。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツがチャンピオンですね。タグがバータグ70年代のミディアム表記 100% コットンのボディで、トリコロールカラーのボディになっております。フットボールに近いような形のボディです。でこちらプリントは染み込みで入っております。で裾の方にもこちらタグがついておりますね。で状態としてこの辺に薄い汚れが残ってるっていうぐらいです。着用には全然問題ないですね。裏面に関してはフェルトが貼られているっていうところですね。いいです。でこちらサイズ表記ミディアム表記なのでちょっと身幅がね、正直僕には少しきつく感じるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらいい T シャツですね。80年代のトリコタグ、サイズ表記ミディアム表記です。88ボディの V ネックのタイプです。それにイェールの染み込みのプリントですね。いいですね。でこちらも裾の方にタグついております。で裏面に関しては無地のタイプです。程度めちゃくちゃいいですね。でサイズ表記ミディアムっていうところで、こちらもその幅が少し狭く感じるサイズ感ではありますが、僕でもギリギリ着用ができるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてシャツ1枚紹介しますね。タグの方がこちらマーベリックのタグになっております。ブルーベル80年代頃ですかね。サイズ表記の方がすみません、こちら、これはすみません17ですかね。ちょっと薄くちょっと断定はできないですけれども、でウエスタン、デニムのウエスタンで第1ボタンが掛けボタンのタイプです。デニムの色味もまだまだ濃く残っていてすごく状態もいいです。でサイズ表記も17っていうところなのでかなり大きめですね。僕でも全然余裕を持って着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェット1枚紹介しますね。タグの方がこちら、青の刺繍のチャンピオン90年代 L 表記になっております。でこちら黒ボディの前 V にラバープリントでウエストポイント、いいプリントですね。でボディの状態としては特に、ダメージなどは見られないんですが、薄く色焼けなどが全体的に見られるかなっていうぐらいです。でサイズ表記 L 表記なので、僕は大きめに着れていいサイズ感かなと思います。黒ボディってところがいいですね。こちらお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてヴィンテージスウェットですね。パーカーなんですがこちらタグの方は欠損しております。裾の方にもタグはついてないっていう状態ですね。でグレーの霜降りボディに紐付きのパーカーです。年代でいうと60年代頃ですかね。でこちら状態がめちゃめちゃいいです。特にひどい汚れとかダメージもなくっていうところですね。すみません、こちら背中の方についてましたね。サイズ表記こちら XL に表記になっております。ただ 100% コットンっていうところで結構縮みも出てます。表記自体は XL なんですが、
僕だと、若干着丈は短いんですけども幅がしっかりあっていいサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてヴィンテージセットのクルーですね。タグのはこちら欠損しております。白ボディにオハイオステートの染み込みのプリントですねが入っていて、こちらボディがまだかなり肉厚の状態になっていてすごく程度がいいです。サイズ表記もあるとしたらこちら L 表記は最低でもあるかなと思います。僕でも着用ができるぐらいのサイズ感になっております。こちらお値段の方が19,800円に消費税になります。もう1枚ヴィンテージセットですね。こちらもタグは欠損しております。ただプリントがめちゃめちゃいいですね。このアーチ状の染み込みのプリントになっております。いいと思いますね。でこちらただ状態としてなんですけれども全体的に薄汚れがちらほらあるっていう状態にはなってしまいます。こういったところもそうですね。でサイズ表記あるとすると、表記自体は L ぐらい L かなと思います。ただちょっと縮みも出ていて、僕だと少し小さく感じるサイズ感にはなってしまいます。女性の方などこういったその幅が広い形のシルエットすごくいいかなと思います。お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてリバースウィルですね。タグの方はこちら80年代トリコタグの XL 表記になっております。でグレーボディにこちらラバーのプリントで1段入っております。で状態としては全体的に少しユーズの状態ではあったりするんですけど、裏面こちら M の、かなりもかすれてるプリントになります。雰囲気すごくいいですね。特にひどいダメージなどは見られないです。でサイズ表記も XL というところなので、僕がゆったり着用できるサイズ感になっております。こちらの方でお値段が17,800円に消費税になります。続いてもう1枚クルーネックですね。タグはこちら90年代刺繍タグの L 表記になっております。グレーボディにこちら、胸にワンポイントラバーのプリント入っております。でこちらも背中にもプリントが入っております。いいですね。こちらもラバーのプリントになっておりますね。で状態としてなんですけれどもちょっと細かいかもしれないですが、薄くちょっと汚れが落ちきってないっていうものにはなってしまいます。ただこちらもそのひどいダメージなどは見られないです。でサイズ表記も L 表記なのでこちらは僕がちょうどよく着れるサイズ感になっております。こちらの方で15,800円に消費税になります。続いてネイビーボディですね。こちらも90年代刺繍タグの XL 表記になっております。でネイビーに白のラバーですね。いいひび割れのプリント入っております。こちらもラバープリントです。状態としてなんですけれども、こういったスレがあるぐらいですかね。特にダメージなどは見られないです。でサイズも、XL というところなので、僕が大きめに着れるサイズ感になっております。こちらもお値段15,800円に消費税になります。続いてパーカーを1枚紹介しますね。タグがこちら80年代のトリコタグメディアム表記になっております。で状態としてなんですけれども、こちらフードの鳩目の横ですね、ちょっと擦れてるところがあったりします。で、エンジボディにラバーのプリント入っております。ウィングフットいいですね。お好きな方も多いんじゃないかなと思います。でポケットの付け根あたりは、ちょっとこういったところダメージ少しきてます。また着用自体は困らないかなと思います。で袖口の方も多少擦れてはいます。またかなり雰囲気いいと思います。エンジボディで色焼けも、全体的にあってかなり仕上がってるかなと思います。でサイズ表記ミディアム表記っていうところで、僕は、着用自体できるんですけれどもちょっとピタッとするかなっていうぐらいのサイズ感です。あとすみません、ちょっと見落としてたんですけれどもこちら袖の方にも少し小穴が開いてるっていう状態にはなります。また80年代の中でもこの鳩目も、単色ボディと同じ鳩目使われている古い方のボディですね。こちらお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてクレイジーパターンですね。クレイジーパターンなのでこの長いタグです。サイズ表記が WXL の表記になっております。90年代刺繍タグですね。でネイビーと赤というか朱色になるんですかねのと、あとグレーの切り返しになっております。でボディの状態としては結構いい状態かなと思います。そのリブ自体もあまり伸びが出ていなくてすごくまだまだこれから着ていける状態かなと思います。でサイズ表記 WXL なのでさすがに
僕にはちょっと大きいサイズ感にはなるんですが、物が物なのでこういった感じでその大きめに着てあげるのがいいのかなと思います。こちらお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてフリースの紹介ですね。こちらパタゴニアのシェルドシンチェラのベストです。タグはこちらの方でミディアム表記になっております。でシェルがグレーのフリースがチャコールグレーのボディになっております。でこちらピスネームもついてるんですが、ちょっとすいません、ピスが剥がれかけにはなっております。ただ状態としては、ひどいダメージなどは見られないですね。でサイズ表記のミディアムっていうところで、僕が、少しきつめにはなりますが、着用自体全然できるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちらレトロ X のベストですね。タグはこちらの方になっております。サイズ表記は L 表記になっております。ナチュラルにパープルの、配色ですね。この配色かなり僕は好きですね。なんか使いやすそうですね。で状態としてもフリースまだまだいい状態です。こうフリースが柔らかいっていう状態ですね。でサイズ表記も L 表記なので、僕が、ちょうどよく着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてはシェルドシンチェラになります。タグはこちらオールドの方ですね。三角タグの方です。サイズ表記の方はこちら L 表記でしっかりアメリカ製ですね。でネイビーボディに赤のフリースの配色になっております。こちらも胸ピスがついております。で状態としては特に、ひどいダメージなどはないんですが、こういったリブの少し色焼けっていうところがあるのかなっていうぐらいですね。裏面はこんな感じです。表と遜色ないような状態です。でサイズ表記 L 表記で、僕が大きめに着れますね。この辺は需要があるサイズかなと思います。こちらお値段の方なんですけれども、こちら12,800円に消費税になります。続いてパタゴニアのスナップティーですね。タグはこちらの方になっていて、サイズ表記はこちら L 表記で、こちらもアメリカ製になっております。で、前立てもついている古いタイプになってますね。でターコイズのような、鮮やかな青ですね。でこちらも胸にピスもしっかりついております。で状態としてなんですけど、このフリースに関してはかなり厳選して買ってきております。まだまだ着用していただける状態ですね。でサイズも L 表記なので、僕がちょうどよく着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらパタゴニアのレトロ X になります。タグの方はこちら欠損している状態になります。タグの方もサイズ表記の方もちょっとすみません、欠損しているっていうところですね。でハンターグリーンの色味になります。で胸にはしっかりピスも残っております。でこちらに関してはフリースの状態、少し硬くなってきたかなっていうところです。ただかなり厳しめに見てそういう状態ってところですね。でレトロ X なので、こちらに PF のタグもついております。でこちら紙タグの方ですね、残っていて、この向きか、97年のものになっております。でサイズ表記あるとしたらなんですけども、こちら XL の表記じゃないかなと思います。僕でも全然ゆとりを持って着れるような大きめのサイズ感です。こちらお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてこちらのパタゴニアのフリースなんですけども、グリセードになりますのプルオーバーのタイプですね。こちらリバーシブルで着れるっていうタイプです。でタグの方がこちら胸ポケットの方についているんですが、サイズ表記はこちら XL の表記になっております。で紙タグも残っていて、こちら F5 なので95年のものですね。でフリースの状態としてなんですけれども、先ほどのレトロ X よりも気持ちフリースが少し硬いかなっていうところです。ただ、タグなど見ていただいて分かるとは思うんですけれども、まだ全然着用にも困らないぐらいの程度です。サイズ表記も XL というところなので、僕もしっかり余裕を持って着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段が39,800円に消費税になります。続いてダウンベスト1着紹介します。タグの方がこちらノースペースの茶タグになります。80年代ですね。でサイズ表記はこちら L 表記になります。それでこちらなんです。ネイビーの色味ですね。で状態としてかなりいい状態かなと思います。特に目立ったダメージ汚れなども見られないですね。
やっぱこの首元だったりとか結構ダメージくるの多いんですが、全然まだまだ大丈夫です。サイズ表記も L なので、僕は多少ゆとりを持って着れるぐらいのサイズ感です。かなり使い勝手いいサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちら LLB のジャケットですね。タグの方がこちらになります。でしっかりアメリカ製、サイズ表、こちらゴアテックスの表記も残っていて、サイズ表記はこちらですね。メンズの L っていうサイズになります。でベージュとネイビーの切り返しですね。で状態としてはかなり綺麗な状態です。特に目立つ感じもなくて、そのゴアの状態もまだ残っているというところですね。でプラスいいのはやっぱこのフードがついているところですね。やっぱ出てきたとしてもフードが欠損しているもの多かったりするので、この個体に関してはかなりいいかなと思います。サイズも L 表記というところなので、僕は全然ゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてミリタリーのアイテムを紹介しますね。こちらファティーグジャケットのノンリップ、いわゆるサードタイプですね。タグの方がこちらになっています。サイズ表記はミディアムレギュラーの表記です。で状態としてなんですけれども、こちら特に目立つダメージなどは特に見られないです。本当細かく見ていくとなんですけれども、こちら袖の方ですね、こういった小穴が開いてるっていうぐらいですね。他はこう袖の入り口など見ても特にダメージなど見られないです。サイズもミディアムレギュラーなので、僕が気持ちを大きめに着るにはちょうどいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が19,800円に消費税になります。続いては、フォースタイプのグリーンリーフになります。タグがこちらでサイズ表記スモールレギュラーの表記ですね。でこちらに関してもかなり程度はいいかなと思います。数回洗われている状態ではありますが、全然まだまだ綺麗な状態です。でスモールレギュラーなので、僕はちょっとピタッとしますが、着用自体には困らないサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いて CW の 36P になります。タグの方がこちらですね。サイズ表記はミディアムの表記です。でこちら、2009年改形のものになっております。年代としてはそこまで古いものではないんですが、その分程度がいいですね。ただこれはちょっと意図的なんですかね。ちょっと汚れがあるというか、ステンシルにも見えるような感じになっております。ただダメージなどは特に見られないですね。でサイズ表記ミディアムですが、作り上ですね、その着丈が短いものにはなっているので、僕はちょっと、どうしても着丈が短くなっちゃいます。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてウェップになりますね。タグの方がこちら黒タグの方ですね。いいですね。サイズ表記が40の表記になっております。でジッパーの方がこちらコンマのジッパーが使われております。ちょっと錆びてるっていうところですね。で状態としてはこういったところにちょっとスレとかあったりするっていうものにはなるんですが、あとリブの方もですね、多少擦れてたり使用感多少はあります。ただひどいダメージなどは見られないです。背中に関してもこういった感じですね。でサイズ表記40なので、僕も着用自体はできるんですが、ウェップ本当作りがちょっと短丈のものになっているので、かなり僕着丈は短くなっちゃいます。ただ物としてかなり人気があるところだと思いますね。こちらお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてこちらが USMA のカデットコートになります。すいません、タグの方は欠損している状態です。でフードもついてて、フードにもジッパーがついているところですね。こちらジッパーはタロンのジッパーが使われております。でこちらのジッパーの方もタロン、同じくタロンですね。USMA94 年のものになっております。ウールの状態もすごくまだいい状態です。やっぱこの辺はダメージきやすいものではあるので、結構、ダメージとかリペアとか入っているもの多いんですが、この個体に関してはかなり綺麗です。でサイズ表記あるとしたら SML で言うと L 表記ぐらいかなと思いますね。僕でも全然ゆとりを持って着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてUSMC のレベル7、いわゆるハッピースーツって言われるものですね。こちらタグの方がこちらになっていて、サイズ表記はスモールレギュラー表記になっております。でこちらデッドストックではなくて、そのユーズド、いわゆるユーズドの状態になります。こういった風に少し汚れが残ってたりはする状態です。
で裏面に関してはこういった感じですね。まあ、ちょっと全体的にそのスレだったりとか多少の汚れっていうのは残ってる状態です。こういったところにもスレがあるってところですね。まあ、ただ物としてめちゃめちゃ使えます。これはサイズのスモールレギュラーで、僕が、ちょっと中薄めで着るにはちょうどいいサイズ感になります。こちらの方でお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いて物は同じなんですが、サイズの方がこちらミディアムレギュラーのものになっております。でこちらに関してもユーズの状態ですね。それもあって全体的にところどころこういった感じで汚れが少し残ってはいる状態です。ただデッドストックからってなると多少気を使う部分もあったりすると思うので、こういった状態からもうガンガン着ていくっていうのもありかなと思います。でミディアムレギュラー、僕は私物でもこれの黒色違いのものを持ってますが、僕はミディアムレギュラーで着てますね。中着込むこととかも考えると僕ぐらいの体型の方にはちょうどいいサイズかなと思います。こちらの方もお値段 19,800 円に消費税になります。続いてこちらラルフローレンのガウンになりますね。タグの方はこちらローレンのタグです。でサイズ表記はローレンのタグで L 表記になりますね。でこちら、64% コットンの、28% リネンで 8% シルクのものになります。なのでちょっと、ウールとかとは違って素材感がすごくいいですね。で柄に関してはネイティブ柄がこう全体的に入っております。でこちらコンチョボタンになっているんですが、合わせがレディースのものですね。ローレンタグになるのでもともとレディースのものではあるんですが、合わせ自体もレディースになっております。ただこのコンチョボタンもすごくいいですね。でサイズなんですけれどもローレンの L っていうところですが、メンズでいうと S 表記ぐらいな感じですかね。僕だとさすがにちょっと細すぎて着用自体はちょっと困難かなと思います。これこそ本当女性に買っていただきたい一品ですね。こちらお値段の方が 17,800 円に消費税になります。続いてもラルフのガウンですね。こちらもローレンタグになっております。サイズ表記の方欠損しておりますね。表記で言うとそうですね、こちらだいたい L 表記ぐらいな感じかなと思います、メンズの。でこちらも全体的に柄が入っていてかなりインパクトあります。プラスローブも残っているというところがいいですね。でこちら L 表記ぐらいだとお伝えしたんですが、僕でも全然余裕を持って着れるいいサイズ感かなと思います。これからの季節でかなり活躍するものだと思いますね。こちらお値段 29,800 円に消費税になります。続いてジージャンですね。リーバイスの70505になります。こちらパッチになりますが、サイズの方はちょっと見えない状態ですね。でただ赤タブがこちら欠損してるっていうものです。ただ、デニムの色味はかなりいい色味ですね。まだ濃く残ってるっていうところです。でサイズ表記が残ってるとすると、42ぐらいな感じですかね。僕でも着用が全然できるぐらいのいいサイズ感です。こちらの方でお値段が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらも70505ですね。パッチがこちらです。でサイズ表記こちらうっすらですが44ですかねの表記が残っております。ケアタグもしっかり残っていて、赤タブこちらビッグイの赤タブが残っております。で色落ちこそはしておりますがかなりいい雰囲気です。で多少この辺ですね汚れもあったりとかはするんですが、その袖の感じとか見ていただいてもかなりいい雰囲気に仕上がってるかなと思います。袖口なども多少擦れてはいます。で裏面はこんな感じですね。裏の方もかなりいい雰囲気です。で襟の方がこちらちょっとしたリペアが入っております。でサイズ表記44の表記だとお伝えしたんですが、僕は全然着用ができるいいサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が 25,800 円に消費税になります。続いてこちらも70505なんですが、ブランケット付きのタイプです。パッチはこちらになるんですが、ちょっともうサイズなどは読めない状態かなと思います。で赤タブ、こちらもビッグイの赤タブがしっかり残っております。でこちら状態としてなんですけれども、まずステッチがちょっとこの肩の方ですね抜けていたりとかっていうのと、あとはその汚れですね。こういったところに汚れが残っていてっていうものにはなります。
ただそのデニムの色味がすごくかっこいいですね。これに関しては、ブランケット付きっていうのもあるので、それで着込むことでかなりいい色に仕上がるものにはなっております。で裏の状態もこんな感じですね。背中は特に問題ないんですけれども、こちら袖の方ですね、裏面ちょっと擦れてるところとかあったりはします。でサイズ表記があるとするとなんですけど、38ぐらいかなと思います。ブランケットもついてるので、なんか実寸36とかでちょうどいい方が着るのが本当にいいサイズ感なのかなと思います。こちらの方でお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてこちらいいですね、リーバイスのスリムフィットになります。タグはこちらの方ですね。で太腕のコーデュロイに、ボアの切り返しになっていて、こちら白タブのビッグインもちろん残っております。年代でいうと60年代頃のものですかね。でこちらも状態としてダメージとかは特に見られないんですが、これに関しても、錆汚れですかね、こういったところに少し汚れがついてたり、あと袖の方にもちらほら汚れがこういったところもですねちょっと残ってるっていうものにはなってしまいます。でサイズ感でいうとなんですけれども、38ぐらいですかね。僕はちょっと小さく感じるぐらいのサイズ感です。ただもう物としてかなり珍しいです。こちらお値段の方が39,800円に消費税になります。続いてパンツいきますね。こちら、グリーンリーフのファティーグパンツになります。タグの方がこちらですね。サイズ表記はラージレギュラーの表記です。この紙タグ見ても分かると思うんですけど、バッキバキですね。めちゃめちゃ程度いいです。もうあってもダメ、特に説明することもないかなと思います。裏面もこんな感じですね。かなりピンピンです。で実寸のサイズがインチで言うとなんですけれども、ウエストが39インチのレングスが32インチになります。僕だとさすがに大きいサイズですが、このサイズはこのサイズで需要があるんじゃないかなと思います。こちらお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてもミリタリーのパンツですね。こちらタイガーカモのパンツになります。タグの方はこちら、何もついていない状態です。でジッパーの方がこちらのジッパーになっております。で100%コットンのボディですね。年代でいうと60年代頃のものかなと思います。で程度としてはこちら、股下特に問題なくて、裾の方もこちらオリジナルのものになります。で実寸のサイズなんですけれども、ウエストが34インチのレングスが30インチになります。ウエスト僕が少し大きいサイズですが、この辺はなんかちょっと大きめにサイズアップして履くのもかっこいいのかなと思います。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。次いでこちらレギュラーのアメリカ製501ですね。こっちの方からがいいですかね。ロットが501で、ウエスト33インチのレングスが34インチの表記です。で赤タブもしっかり残っております。ただめちゃめちゃいい色だと思いますね。でこれだけいい色に仕上がってるんですけど、ダメージが本当少ないです。股下も全く問題ないですし、レングスに関してもこちらオリジナルのものになっています。あとは裾だけ少し擦れてるっていうところですね。あとバックのポケットのところですね。こちらも多少擦れてますが、この雰囲気なんで全然ありかなと思います。実寸のサイズの方がウエストが32インチのレングスが34インチです。ウエストだけ1インチ縮んでるっていう状態ですが、この表情なのでそうですね、全然ありですね。僕より身長高い方、180センチ後半ぐらいの方にはすごくいいサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちら US ネイビーのデニムパンツですね。めちゃくちゃ濃いですね。タグなどはちょっと欠損している状態です。で裏面に関してはこういった感じですね。このポケットのステンシルがちょっと薄くなってはいるんですが、かなりかっこいいと思います。ただ本当真っ紺ですね。でこちらボタンフライのタイプで、こちらのボタンになっております。で状態としては股下は全く問題ないんですが、裾の方ですね、こちらちょっと裾上げがされてるっていうものになります。少しね簡易的にステッチが入れられてるっていう感じになってるので、ただこの折り線はもうついてるはずなんですよ、こう見た感じだと。
っていうところがあるので、こうご自身でその直し屋さんとかでこのちゃんとした綺麗にステッチ入れてあげるのがいいのかなと思います。現状っていうところなんですけど、実寸のサイズがウエストが33インチのレングスが28インチになります。サイズバランスはすごくいいですね。履ける方多いと思います。需要も多いサイズかなと思いますね。こちらの方でお値段の方が59,800円に消費税になります。続いてこちらリーバイスの 503BXX ですね。ボタンフライの方なんですけれど、ボタンが少なくなっております。2つになっているので 503B になりますね。で WX なのでもちろん隠しリベットがついております。でスレーキのリベットはカッパーです。でこれに関しては裏面からがいいですかね。パッチの方は綺麗になくなってはいるんですが、この極太のベルトループっていうところもあるので、レザーパッチなのは間違いないです。で赤タブの方がなんですけれども、多少擦れてはいるんですがついていて、こちら片面タブになります。でそしてこちらリベット見ていただきたいんですけれども、こちら細文字のリベット、ただ中央に寄っていないタイプのリベットですね。この辺見ても分かると思うんですが、でそれでサイドステッチですね、多少長いと思います。なので40年代っていう断言はできないんですけれども、40年代か50年代にこう差し掛かるあたりの本当移行するタイミングのものだと思います。で色落ちもめちゃめちゃいいんですが、程度もいいですね。こちら股下全く問題ないです。でレングスに関してもオリジナルのものになってます。当たりもしっかり出てますね。で当然耳もついております。でその膝のところとかにいい色落ちしてるんですが、こういったランダムな感じで色落ちしていてかなり物としてかっこいいと思います。で裏面に関してですね、こちらに関してなんですけれども、アーキュエイトイエローでこの抜けてる感じすごくかっこいいですね。で濃淡もはっきりしていてすごくいい色に仕上がってるかなと思います。実寸のサイズの方が、ウエストが27インチのレングスが31インチになります。当然僕は入らないサイズなんですけれども、これ履ける細身の男性かなりお得だと思います。ここまでいい色の片面、このお値段はあまり出てこないかなと思います。こちらが128,000円に消費税になります。今週の土曜日ですね、遊歩道店の入会になるので、そちらもお楽しみにしていてください。よろしくお願いします。